アベムジカ声優特別編神田葉月さんを語りたい。アニメバンドリアベムジカの放送を記念して隅田愛菜の声優神田葉月さんの解説動画をお届けします。ざっくりとにはなりますが、神田葉月さんの魅力をお伝えできたらと思います。お話しするテーマはこちら。神田葉月さんの概要と基本情報。前世のはーちゃん、声優のはーちゃんの顔面偏差値。最後にまなちゃんとの共通点を少しだけお話しします。敬愛の念を込め愛称で読み上げさせていただきます。はーちゃんは広島県出身の人気女性声優。バンドリガルパではウイカちゃんがリードギターと作詞を務める2人組の人気アイドルユニットすみみのメンバー住田愛菜ちゃんのキャストを務めています。愛菜ちゃんは公式プロフで天真爛漫な性格と元気な笑顔で人気を得ているドーナツが好きと紹介されている女の子。アニメムジカ6話までとなりますが、愛菜ちゃんはバンドリに登場するアイドルたちの例に漏れずとても可愛くて良い子、アニメムジカの癒しだとは公式バンドリファミリーみんなからの相違。後に詳しくお話ししますが、はーちゃんも前世はアイドル、15歳でメジャーアイドルグループの一員としてデビューします。血液型は A 型、身長は153センチでモーティスとむつみちゃんとゆずむんと同じ。生年月日は公式プロフで公表されており、2001年2月28日早生まれの水亀座。アイドルとしてまた後に詳しくお話しする DJ ユニットのセンターとして歌って踊るイメージが強いはーちゃんですが、意外にもギター女子で趣味と特技は共通してギターのキャリアは小学6年生から始めて10年以上、ムジカのサオタイ御用達のシェクター製のギターも持っています。はーちゃんの前世についてお話しします。はーちゃんは2017年1月高校2年生頃パレットのメンバーとしてアイドルデビューします。パレットとはウィキペディアによると日本の女性アイドルグループ。コンセプトは正統派ビジュアル王道ピュアアイドルの究極系。2013年11月に日本コロンビアからメジャーデビュー。2017年12月のワンマンライブをもって解散します。豆知識ですが、日本コロンビアは戦前の財閥が母体だったレーベル。紆余曲折を経て2017年に東証一部からの上場廃止となりますが、68年にわたり東証一部上場を続けた伝説のレーベルです。バンドリ声優ではココロちゃん役のミック、トーコちゃん役のおひな様が在籍しています。話を戻します。はーちゃんがアイドルになるまでを時系列でお話しします。はーちゃんが芸能界に興味を持ったのは小学3年生の時、カラオケで見たボアさんのダンスがきっかけ。今では信じられないことですが、当時のはーちゃんはどちらかといえば笑顔の少ないネガティブ思考の女の子だったそうです。様々な習い事をさせてもらってはいたものの、何をやっても続かず、他人からの視線や緊張に弱く、人前に出るのが嫌でその場から逃げ出すことが多かったそうです。そんなはーちゃんがお母さんに生まれて初めて自分からやってみたいと伝えたのがダンスでした。しかしお母さんははーちゃんが習い事から逃げ出すたびに心配して駆け回るという苦労をしており、今度ばかりは慎重に娘と一つの約束をします。はーちゃんはその日から MV を片っ端から漁り、可愛いかっこいいと思ったダンスを1年間踊ってみた耐久し続けたそうです。それはお母さんが提案した1年間ダンスしたいって言い続けたらという言葉ではなかったのですが、はーちゃんなりの破天荒な表現で約束は果たされました。約束に応えたお母さんが娘に用意したダンススクールはアクターズスクール広島。数々のアイドルを輩出する名門校です。はーちゃんは小4から5年間この名門校で見せる表情と体へのセンスを磨いていきます。はーちゃんはダンスではなぜか人前に出ることが苦手ではなくなり、むしろセンターをがむしゃらに取りに行く女の子だったそうです。シンプルなルールが少女時代のはーちゃんを強くしました。残酷な現実がはーちゃんをさらに強くしました。2位はない。1位に向けてシャニムニに逃げてばかりのはーちゃんはもういなくなっていました。はーちゃんはおよそ2年半の下積みを経てスクール内の優秀者で選抜されるユニットマックスガールズに編成。ステージではダンスに加えギターまでも披露し、ローカルテレビにも出演。バラエティ番組を通じてダンスパフォーマンス以外でもファンの心をつかむ表現方法をつかんでいきます。そして運命の歯車はさらに回ります。
ほどなくして原宿観光に来ていた14歳のはーちゃんは、大手芸能事務所、プラチナムプロダクションからスカウトを受けます。しかも驚くことに3泊4日の観光中に2回、はーちゃんはお母さんに相談。芸能活動と学業との両立を条件に、お母さんと一緒に上京。プラチナムプロダクションに所属し、人気アイドルグループ、パレットに加入します。なおこの時、はーちゃんは初めてお父さんの涙を見たそうです。お父さんが送り出す娘に送った言葉は、いいね。一番乗りではーちゃんについたサムズアップでした。東京での栄光の旗を家族に見せるため、はーちゃんは一党一打、闘志を尽くし、花と咲きました。しかし、2017年12月28日、加入1年を経たずしてパレットは解散します。けれど、はーちゃんは、私たち、を辞めませんでした。パレット解散から半年も経たない18年4月、はーちゃんは、元パレットのメンバーと、アイドルユニット、南京ペッパーを結成。元井創業。活動コンセプトは YouTube× アイドル、イコール、iTube。社名も株式会社 iTube。活動は精力的で、1年後の19年4月にはデビュー音源、超3000をリリース。しかし、同年12月29日、南京ペッパーは解散します。解散の理由はポジティブなもので、メンバーそれぞれが新たな道へ進むため、はーちゃんのアイドル時代はこうして、一旦の区切りを迎えました。はーちゃんが新しい、私たちに巡り合ったのは2020年、ドーナツが大好きな女の子が主人公のコンテンツ、D4DJ のオーディションがきっかけ、お嬢様 DJ ユニット、リリリリの桜田美優ちゃん役として声優デビューします。はーちゃんが声優を目指したきっかけは、フィーリング。オーディションを受けた時も、声優アーティストはかっこいいと思っていたものの、声優業がどういう仕事なのかについては、ピンときていなかったそうです。はーちゃんはオーディションをこう振り返っています。はーちゃんは事実オーディションで緊張し頭が真っ白になりセリフは満足に読めませんでした。ずっとオーディションに受からなかったあの頃の苦い記憶が蘇ります。けれどはーちゃんは逃げ出しませんでした。何もできなかったと打ちのめされたはーちゃんはオーディションの最後にせめて何かしなきゃと思い立ちとっさにギターを演奏。なんと即興のソロライブを披露します。オーディションの結果は合格。結果を聞いて本人は呆然としたそうです。ここまでのお話でも触れてきましたが、はーちゃんの可愛さは正統派ビジュアルをコンセプトにしたアイドルパレットにスカウトされるほどでした。ちなみにはーちゃんは2024年に世界で最も美しい顔100人に選抜されます。そこでこのチャプターでは女性目線からとなりますが、可愛いはーちゃんの姿を公式 SNS からピックアップして紹介します。前のチャプターでも触れましたが、はーちゃんは声優に転生する間際、私は顔の作り方と体の表現方法だけで勝負してきたと主張しています。私はそんなはーちゃんが声優という普段は顔を見せない職業でブレイクしたことが嬉しいと思っています。D4DJ もバンドリのようにリアルライブを行い、顔出しして歌とダンスを披露するのですが、いわゆる 2.5 次元バンドはキャラクターを体現しているかも、オーディエンスから注目されます。はーちゃんはアフレコでも歌でもステージでも見事にみゆちゃんを体現。声優アーティスト丹田葉月はオーディエンスを虜にしました。はーちゃんがみゆちゃん役に合格した理由は審査員たちのフィーリングだったとされています。けれどそれで良かったと運営もリリリリメンバーも全員が思っていることでしょう。リリリリでのはーちゃんのポジションはアクターズスクール時代からずっと目指してきたセンター。はーちゃんはリリリリにかける思いをこう語っています。最後に少しだけはーちゃんとまなちゃんの共通点についてお話しします。ここまでのお話でお察しの通り、はーちゃんの人生は意外と破天荒。ご家族から勧められた数々の習い事からは逃げ出し、けれど自分の思考に合ったものには粘り強く向き合い、決して逃げ出しません。はーちゃんの意外な一面は他にもあり、例えば意外と食べれて、飲めて、すっぴんも平気。
はーちゃんの好きなものは可愛いもの。可愛い女の子を見るとニヤニヤしちゃうし、可愛いに従順が行動ポリシー。自分をあざと可愛いと公言するお茶目さを持ち、自分の好きにぶれない強さがあります。大手ダンススクールの選抜ユニットと、大手プロダクションのアイドルグループと、リリリリのセンターと、スミミのメインボーカルに抜擢。世界で最も美しい顔100人に選抜され、ワールドワイドレベルで顔面偏差値を高評価されても、それでもファンからの可愛いは嬉しいし、言ってもらえたら素直に喜びます。それはなぜかといえば、先天的な顔の作りはあるものの、はーちゃんにとっての可愛いという言葉は、はーちゃん自身が顔と体の表現を研究し、自分の好きを追求していった努力の証だから。こんなはーちゃんを一言で表現する言葉があり、それは天真爛漫。天真爛漫の意味は、無邪気で明るく純真で自分の気持ちに正直に思う通りに振る舞う人。それはイコールマナちゃんなのではと思わざるを得ない。二人の眩しさがはーちゃんとマナちゃんの共通点です。アニメムジカは新宿まで巻き込み不穏なことになっていて、ムジカたちはそれぞれ奈落の途中で道方を探しています。新宿の PR を見る限りウイカちゃんも例外ではなく、はーちゃんの活動名義葉月の月に込められた願いは、暗闇も明るく照らせる人になれますように。はーちゃんが過去に経験したように、もしかしたらスミミはずっと一緒ではなくなるのかもしれないけれど、はーちゃんが芸能界デビューからファンにずっと続けているように、マナちゃんがその純真な光でウイカちゃんの奈落を一筋でも照らす月の明かりとなりますように。